こんにちは。僕はキャンピングカーで脳が喜ぶ非日常を探す25歳です。今日は茨城旅行なのですが、家から遠いので道の駅市川にて全泊しておりました。前日は市川市の宝天の湯にお邪魔しました。地下1500メートルから湧き出る希少な化石海水による天然温泉が自慢のようです。すごく鉄分を感じる泉質で全然湯冷めしなそうでした。サウナも5、6段あって上の方はかなり暑かったです。朝食はせっかくなので道の駅のカフェでピクルスホットドッグをいただきました。ちょい甘めのピクルスとジューシーなソーセージが相性抜群でした。今回は葛飾区に住む小池さんと1泊2日の茨城旅行に行ってきました。実はもともとは僕がマーケレクチャー、小池さんがお客様という関係性で、住んでるところも僕は神奈川で、小池さんが岡山に離れていたんですけれども、何かの運命か今一緒に事業を作っているビジネスパートナーみたいな感じです。経歴や考え方も似ているところが多くて、完全に意気投合しましたね。今回の旅もオフラインでミーティングやりましょうという流れから、それならキャンピングカーあるんで旅しながら仕事しましょうみたいな感じで、実は1週間前に決まっていて、場所も当日決めたくらい行き当たりばったりな旅行でした。やったね。もうめっちゃ撮ってるやん。なだらかな感じ、先見えない不気味さもある。落ちないでくれよ。展望公園は手入れされている丘って感じで、視界も良くとても気持ちが良かったです。紅葉が見えなかったのは残念だったんですけど、晴れて暖かかったらここでピクニックやったら最高そうですね。次は車で20分ほどの筑波山神社に向かいます。山中に佇んでいるので、駐車場からは坂や階段を登ることになります。日本百名山に数えられる筑波山は、江戸時代に西の富士、東の筑波と称され、物見湯山の山として親しまれ、その信仰の歴史は3000年以上に及びます。その筑波山をご神体とする筑波山神社では、結婚式や縁結び、交通安全、厄除けなどの祈祷が毎日行われています。今回はケーブルカーには乗らなかったんですけれども、駅にあった幸福団子をいただきました。素朴ながらも外側と内側で食感が異なり、もちもちでとても美味しかったです。唐辛子めっちゃ綺麗じゃなかった。出しちゃう。すげえ綺麗。めっちゃかじりたいね。おまけでいただいた唐辛子は夜に食べます。他にも名物の筑波山焼き、納豆コロッケがめちゃめちゃ美味しかったです。いや、マジでうまい。氷入れてるやつで当時電気見えたの。電気あったのかな。なんか裸足の分で見たことある。ね、そろばんも。なんか昔のそろばんだから玉が5つここに。なんかあれ確かに、確かに、そっか、違うのか。動くんですか？コードがなんですか？コード。掃除してたら出てきたっていう。先ほどのは昔の冷蔵庫、そろばん、映写機で家の掃除をしていたら出てきたようです。なんだかんだ食べ歩きできたので、それをお昼ってことにして温泉に向かいます。露天風呂の眺めが本当に良かったです。当日はドライサウナのあるお風呂が女性側だったので、少し残念だったんですけれども、よもぎのスチームサウナもいい香りがしてリラックスできました。休憩どころも畳だったのが居心地よかったですね。仕事をするために集まったのに、まだ仕事を何もやってないので、道の駅でご飯を食べて一緒に仕事もします。死ぬほど野菜入れたもんな。最高やん。わあ、最高。野菜とスパイスぐらい。ちょっと映えない。じゃらん。エスさんがビヨンってやって。ビヨンってやるの？いいよー、ビヨン。ビヨンしないよ。これは何が入ってるんですか？
芋とかぼちゃと鶏肉とピーマンとトマトとトマトピューレと各種スパイス、かぼちゃの種が。豆とかぼちゃの種。いや。いや。あなんかやばい料理作ってる感じする。なんか唐辛子だけ。アホよね。なんかちょっとアホ。辛いのめっちゃ好きだけど料理したことないやつ。なんか唐辛子だけで彩りが超豊か。唐辛子だけでね3色あるし、全部のカラーのパプリカ入れたの。夜が明けて朝になりました。途中雨が降ったんですが、起きた時点では止んでいて、本当に良かったです。道の駅に住み着いていた猫ちゃんがとても可愛かったんですけれども、雨の中ちゃんと避難できたかは少し心配です。自然の中だと仕事もはかどりました。モーニングは焼くだけで簡単にできるマフィンを作りました。道の駅には地域の野菜がお買い得に売られていました。今度の旅ではせっかくなので、その地域で調達した野菜で料理をしてみたいですね。少し休憩や作業を挟んで道の駅とはお別れします。霞ヶ浦は琵琶湖に次いで2番目に大きい湖で、その隣にある道の駅玉造り、本当に最高でした。そういえば道の駅に鯉が売られていて、なんでだろうって思って調べてみたんですけど、養殖鯉の収穫量が全国1位なんですね。霞ヶ浦はかつては綺麗な湖として水遊びを楽しむ人々で賑わっていましたが、生活排水や農業、工業排水による水質汚染で死の湖と呼ばれるほど汚れてしまった時期もありました。最近では動物プランクトンの大量発生で透明度が回復していると聞きましたが、実は原因は完全に解明されていませんし、全体的な水質汚染の問題が解決されたわけではなく、依然として課題は残っているようです。僕自身 Vlog を通じていい情報だけではなく、このような問題も取り上げていき、少しでも多くの方が知らない日本を知って、少しでも考えるきっかけを作れたらいいなと思います。めっちゃでかいんやけど、なんか身がめっちゃ水っぽくて、なんか今ので、なんか何してもレバニラが連鎖している気がする。味自慢レバニラ。こういういいね、偶然の出会い。いやマジでうまいレバニラでした。のんびり帰っていったらなんだかんだで暗くなってしまいました。これが Vlog1 本目の動画で見苦しいところもあったかと思いますが、これからももっとキャンピングカーで非日常を探して発信していきます。もし何かの奇跡でこの動画に出会い、最後まで視聴いただけた方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をしていただけるととても嬉しいです。また、撮影や編集についてアドバイスがあればコメントいただけると嬉しいです。それではご視聴いただきありがとうございました。